はい、今日は田植えの頃の棚田を描いてみたいと思います。八頭寺ふるさと村の写真ですね。この前、岡山県吉永町の八頭寺ふるさと村へ行って写してきました。ちょっと雨模様の日で、日差しがなかったんですが、日差しはね、画面上で決めることにしようと思います。ここにかやぶき屋根が2棟見えています。手前のこの1棟が水車小屋になっているわけです。少し高いところから田んぼがだんだん下がっていって、その下のちっちゃな谷川に水車がかかっているっていう風景なわけです。なので目線はこの屋根よりもわずかに上っていうことになるわけです。この写真ですと、これがかなり偏ってちっちゃいんですが、ここはアップで写してみました。ここののり面なんですけど、ちょっとこののり面がつまんないわけですよね。ここが石垣なんですが、半分ぐらいまでは石垣にしようと思っています。それと後ろの山なんですが、もうちょっと変化をつけ、で空を少し増やしてみようかなと思います。ここはこの山が映り込んでいるわけなんですけど、これをちょっと低くすると映り込まない可能性はあるわけですが、一応映り込みがある状態で描こうと思います。今日の紙です。ラングトンを 5F サイズに切っています。ホルベインです。クリムソンレーキ、レモンイエロー、ガンボージーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上8色で描いてみようと思います。色見本をね、作っておきます。はい、空の色を、セルリアンブルーとクリムソンを少し混ぜて、ちょっとだけ赤紫っぽい色にしてみますね。絵の具がちょっと汚れていたせいで少し濁っているんですが、こんな感じでいいのかなと思いますね。下の田んぼに映り込んでるこの空の色ですね。これも当然この色でいいと思います。で、明るい緑に関してはサップグリーンとレモンイエローを足したような色です。で、もちろんサップグリーンの純色もあるっていうことで、だんだんセルリアンブルー、コバルトブルー、さらにウルトラマリンディープと混ぜていって青くしていくと同時にバンタンバーを入れて、少し暗めのね色も作っていこうと思います。からかやぶき屋根の色なんですが、バンタンバーにガンボージーノーバーを入れてちょっと黄色っぽい色にして少し目立つようにしたいかなと思います。でこんな感じでねやっていこうと思います。下絵を描いてみますね。絵の中心を屋根のこの辺りに置こうと思います。上から見ているので当然これ少し上がってますよね。向こうへ遠ざかっているこの屋根のラインですけど微妙に上がっています。からこれも微妙に上がっています。ただこっちは真正面に近いのでほぼほぼ平行なわけです。ここが少し上がるっていうことになります。これが平行ですね。こんな感じになろうかと思います。ここから後ろのこの屋根が始まるわけですけど、これが微妙に上がります。で、ここに柱が、屋根を支えるのはこの1本2本ですね。で、これが斜めに入るわけですね。で、これはちょっとこちらへ傾いています。で、これ2個あるんですね。で、のり面がこの辺から出て、屋根よりちょっと高いぐらいのところに、ここに、わずかに見えてますよっていう感じです。で、ここに藁屋根と手前の田んぼの間に藪があるんですけども、全部藪で埋めてしまうのはちょっともったいない感じがするので、こういうふうに田んぼをちょっと見せようかなと思いますね。ここのり面を作ります。
で田んぼの向こうにちょっとだけ茂みを作って、茂みの向こうにわらぶき屋根が見えましたよっていうことになります。後ろに大きな欅の類が生えているわけです。向こうの尾根を少し低くして持ってこようと思います。でこっちからもこう入っていますよっていうことですね。もうちょっときれいに下絵を描こうと思います。ここに水車ですね。この竹やぶですよね。普段ね竹やぶ描かないんですけど、今日はちょっとね試しに入れてみようと思います。これが大きな欅っていうことですね。これ針葉樹もあまり大きくしないでほどほどに入れようと思います。から石垣がちょっぴり見えてんですけど、この辺りまでは石垣にしようかなと思います。はい、マスキング液でマスクをしていきます。まずね、屋根の上の板と添え木っていうんですかね、光が当たってますよっていうことで白くね輝かしておくとメリハリができていいんじゃないかなと思います。から横に渡したこの板の継ぎ目にちらっとねこう線として入れていきますね。からわら屋根のこういうところですよね。わずかに光らせるっていうことで印象が明るくなるような気がします。はい、そしてわら屋根のここに少しねこう明るい感じを入れておきたいかなと思います。から柱ですね。そして水車の光が当たって白く見える部分にちょっとだけ塗っておきます。から水車の心棒を支える柱が2本ここにね細めの柱が入っています。この欅の枝もちょっと白く見せようかなと思います。毛の先端をちょっと白っぽくしたいので少しねマスキング液をかけておきます。あぜの草が生えてますよ感をさっぴつ気味にマスキングをつけます。そうすると微妙な草、細い草のねカサカサっとした感じが白っぽく出ればいいかなと思いますね。はい、じゃあこれでちょっと乾かします。はい、乾きましたので下塗りをしてみます。セルリアンブルーとクリムソンで赤紫を作ります。で、あまり濃くしたくないので先にお水を塗っておきますね。薄く塗ります。場所によってねちょっと青かったり赤かったりっていうのがあっていいんじゃないかなと思います。ティッシュでポンポンと取っておきますね。ほとんど取ってしまうような感じになります。はい、続いてレモンイエローとサップグリーンを少し混ぜて明るい緑を薄くやっておきますよ。あまり濃くしません。はい、これもポンポンと取っておきます。まだ濡れた状態の時に山のラインを作っていきます。セルリアンブルー、バンタンバを入れてちょっと暗めにしますね。こうにじみますよね。そのにじみを利用して
微妙なライン取りをしていくっていうことですね。細かい作業はね、今のところあまり気にせずに、だいたいのラインがわかる程度にしておきます。で、この間にもね、ちょっとこう入れておきますね。はい、あまり出過ぎたところなんか吸い取っておきます。はい、ここからちょっとね、ちっちゃい筆に持ち直して、コバルトブルーバンタンバ、ちょっとだけサップグリーンです。まだ濡れてたり乾いてたり、場所によってね、水分量が違っています。にじみ方もいろいろになるわけですね。そういうことを利用して細かい凹凸を作っていくわけです。遠くの木の梢感っていうんですかね。それをこれで出していこうとしているわけです。ちょっと物足りない感じぐらいでいいと思います。はい、こんな風にね、やっていきます。今度、ここの手焼きのラインですよね。少し明るい色にしたいので、サップグリーンを増やして、外側を塗ってるっていう感覚です。山の途中にある明るい木の先端部分がちらっと欲しいなと思ったら、周りに出たり引っ込んだりを作っていくっていう作業になります。ウルトラマリンディープとバンタンバを混ぜて暗めの緑を作って、針葉樹ですね。それから竹なんですが、竹自体は結構明るいわけです。レモンイエローを少し混ぜたサップグリーンが真ん中にあって、これを少しぼかしておくんですね。軽く色をつけます。竹の形を出すためには、その後ろにある木の色で形を出していくっていうことになります。後ろに欅があるよっていうことで、少し青みがかった色を作って、ジグザグジグザグとこう入れていくわけです。こんなパターンを、外から攻めているのか中から攻めているのかで違えるっていうことです。じゃあちょっとね、山と木をやってみます。はい、この山のラインと間にある、林の一応の色付けができました。じゃあその次にかやぶき屋根を塗っていこうと思います。バンタンバーにガンボージを入れて明るい茶色にします。左上からの光にしたいと思いますので、主にこの右側の部分です。で、こっちはね、ちょっと薄めてざっくり塗るっていう感じです。で、次に田んぼに行きます。あぜがあって、田んぼが一段落ちてるわけですよね。で、そこが影になるわけですね。この影を一応塗っておきますね。こんな感じです。これが影になります。はい、そしてここに山の影が見えてましたよということで、この辺りはあぜの影と同じような色味を伸ばしておきます。はい、そして田植えの後苗が伸びていますので、線上にいくらかはつけておこうと思います。ちょっと雰囲気だけを出しておく感じですね。
とね、もっと細かくって細くっていっぱいあるわけですけど、ざっくりと雰囲気だけを入れておきました。ここの水車小屋の下の影ですね、これを一番暗くしとかないといけないので、バンタンバーとウルトラマリンディープでかなり暗くします。ここはちょっと壁があるので明るいんですけど、基本暗いっていうことですね。で、軒下も暗いので、一応暗さをね、ちょっと入れておきます。ここの石垣がまだなんですけど、石垣の描き方ですが、変わった色にしない。緑がかった灰色でいいと思いますので、サップグリーンもちょっと入れて、こんな風に描きます。規則正しくしない。自然石を積み上げて作っていますので、いろんな形を大小様々っていうことです。ある程度パッパッパッと書いておいて、その間をまたつなげていくといろんな大小ができます。お水で少しぼかしておきます。石垣もある程度書き込んでいきます。はい。じゃあこれでちょっと乾かしますね。細かい作業に移っていきたいと思います。で、こういう暗い部分を作っていくっていうことと、屋根の木組みの暗い部分を暗くして立体感を出していくっていうことが必要かなと思います。バントアンバーとウルトラマリンディープで暗い茶色を作ります。左上からの光っていうことにしますので、こちらに暗い影ができるっていうことになりますね。交差しているところにこの1本渡しているわけです。はい、そして水車の爪をしておきますね。そして欅のつもりで書いています。はい、田んぼのあぜのこちら側に暗い緑で影を作ります。これもあんまり綺麗にやっちゃうとむしろ不自然なわけで、揃えないっていうことが大切かなと思います。そして石垣ももうちょっと書き込まないといけないと思います。もう一箇所ぐらい石垣欲しいかなと思います。作っておきます。草の細かい線描とかプツプツ感とかを入れつつ、稲のこういう感じをね、ずっと作っていかないといけないかなと思います。はい。そういうことをね、ちょっとしてみますね。はい。田んぼの部分、あぜの部分、かなり書き込みました。あぜに、土の色、バンタンバーとガンボジオを加えて薄く溶いた、明るい茶色です。スーッと入れています。それから稲の田植えの感じなんですけど、綺麗に揃えないっていうことがとっても大切かなと思います。だいたい乾いてるんで、ここでバンタンバーとガンボジを加えたこの屋根の色ですよね。ここへね、映り込みとして入れておきます。映り込みがないと水田らしくないっていうことですよね。の色ももうちょっと青っぽくしておこうと思います。コバルトブルーをここに入れておきます。はい、そしてここに空の色としてセルリアンとクリムソンを加えた赤紫ですよね。入れておきます。この梢感ですね。もうちょっと出すためにサップグリーンをスパッタリングで落としておきます。棚状にね、落とされるといいかなと思います。
ここもそうですね、ちょっと入れておきます。ここですね、ちょっと暗い緑、コバルトブルーとバンタンバーをちょっとサップグリーンに加えて、細かいね、ニュアンスをつけておきます。ついでに水もちょっとバッタリングで落としておきます。微妙に滲んでくれるといいかなと思います。はい、じゃあこれで乾かしてマスキング液も取りたいと思います。そろそろ仕上げに入っていきます。この辺りが中心です。ここら辺を充実させていこうと思います。まず大きく緑を入れます。サップグリーン純色でいいかなと思います。はい、そして水筆でぼかします。暗い茶色ですね。バンタンバーとウルトラマリンディープ。これで境目をはっきりさせようと思います。軒下はかなり暗くしておく必要があるかなと思います。竹の感じを少し強調しておこうと思います。枝ぶりが少し曖昧になってるんですが、ところどころね、はっきりさせようと思います。ここはちょっと弱々しいので、地面に近い方は少し暗くしておきます。ここに帯状の白い字が見えちゃってる感がありますので、こちらからサップグリーンの綺麗な緑でね、分かりやすくしときますね。綺麗なサップグリーンをもう一回田んぼの中へ、布巾筒にね入れておきます。はい、お水でしっかりぼかします。もうちょっとこの青ね、この辺まで入れ込みますね。すがすがしい感じがいいかなと思います。これがちょっとつまらなくなってきましたので、まだら感をちょっと入れておきます。その上でせっかく書き起こしましたが、もう一回潰します。ちょっと汚しておきます。ここもね、部分的に暗くしておきます。これで完成にしようと思ったんですが、ちょっとここが浮きすぎているんで、少しね、周りの色になじませときますね。はい、一応完成してね、サインも入れたんですが、ちょっと時間を空けてチェックしてみました。気にかかったところを直してみました。ここに林が入ってたんですけど、これのコード感が出ないんですね。これをなくして、この峰がずっと続いていますよっていうことにしました。
それとここの白地一応マスキングで残してはいたんですけど、あまり残らなかったっていうことでチャイニーズホワイトをところどころに差し込んでみました。それからここに1本ね竹を増やしました。それからあぜの映り込みでそれぞれ暗くすることによってあぜをもうちょっとはっきり見せるようにしました。特にこのラインなのでここはしっかり書き込みたいっていうことがあったのでしてみました。それとここをねもうちょっとはっきりさせました。特に光が当たってここがひときわ白っぽく見えましたよっていうことです。これで上から眺めた風景ですよっていうことがはっきり認識できるようになったかなっていう気がします。今度こそ完成にしたいと思います。